実際に学ばせて稼がせるってとこまでの課題っていうのは多分どこも一緒だと思うんですよ。ただこれを 100% にするっていうのはほぼ不可能で、やっぱりどうしても学ぶっていう時は学んでる側の人の自主性とか目的っていうのがバラバラになっちゃうんで、学ばせた後の先っていうのはこの価格帯で言うんだったら特に責任を持つ必要はなくて、そこまでなんか出口戦略みたいなのにこだわって、例えば今実績として今まで1000件のホームページの受託を受けているって形で書いてあったと思うんですけども、1000件じゃさっきの月30人入れてったペースでも多分振り切れないと思うんですよ。うちもライターさんがこう出てく時に仕事がどうしてもなくなっちゃうので、うちでオウンドメディアを1個持っていて、そのオウンドメディアの記事を生徒さんに書いてもらって、まずは副業数万円でも稼いでくださいっていうふうに出口戦略が作ってるんですけど、その先例えば10万20万をコミットとして生徒さんに渡すっていうのはほぼ不可能だと思っていて、そこはあとは自走してくださいって感じなんですけど、どこに主婦利は行こうとしてるのかを聞きたいんですけど、どういう考えですか？うちからその 100% 案件渡すってことは多分難しいとは思ってるし、多分限界来ると思ってるんで、ゆくゆくはその営業ノウハウっていうのは教えていきたいなと思ってます。で、それを教えたからといって競合になるとは思ってなくて、 B2B なんで結局その人に頼みたいっていう結構俗人的な部分が多いと思うんで、教えても問題ないかなと思ってます。今の課題は、簡潔に言うとどういったことになるんですかね、改めて。例えばその一緒に協業できる事業者さん、例えばその、ライタースクール運営してる方であれば、そのコラボしたりとか。でも実際うち今他のデザイナースクールさんと LP 受託を受けて、デザイナーはこっちのデザイナースクールの生徒さん、原稿はうちらの生徒さんが書く。決まったじゃん。相談決まりましたね。これでおしまいか。コラボできるところは多分いっぱいあると思うんですけども、コミュニティを持ってる人とかを今ちょっと探してるって感じです。女性のコミュニティを持ってて、そこと一緒にコラボしたりとかしたいなと思ってます。スクールっていうのはあくまでオンラインですよね。場所にどこか通うっていうわけではない。はい、そうです。ビデオを見るのか、リアルタイムで先生が指導してくれるのか、で、1対多なのか、1対少人数なのかっていうのはどういう授業の内容なんでしょう？動画カリキュラムはあんまり用意してなくて、文字ベースのカリキュラムを用意してて、そこでちゃんと読み込める方だけが欲しいっていうのがあるんで、どうしてもその伝わりにくい部分だけ動画をちょっと用意してるって感じで、それでも無理ならチャットサポート24時間やってるんで、それで聞いていただいたりとか、それでも無理ならオンラインでミーティングしたりとか、電話したりとかいうようなサポートをしてるって感じです。月曜日の7時から8時まで先生が講演しているのを生徒が聞くっていうスタイルではない。ではないです。基本的にはもう自主的に動けるような方しかいらないって感じですね。そうするとどこがスクールなんですか？それはスクールじゃなくて教材の販売。これの話を聞くと卒業率がどれくらいなのかも気になっちゃいますね。卒業の定義も。大体皆さんどれぐらいで卒業されるんですか、期間としては。昔3ヶ月でやってたんですけれども、基本的に3ヶ月じゃ足りないなってなって今半年に伸ばしてて、半年あれば十分に僕から発注できるなっていうレベルのところまで持っていけるって感じで。これスクール事業ということであれば、まず入学要件を満たすっていうのはどういうような入学要件があるんですか？ちゃんとできそうだなって人しか入れたくないなって感じですかね、現状は。このテキスト教材を買う、もしくは入学金を払う段階で一次面接をウェブか何かでされる。そうです。はい。スクールというのであれば卒業ということがあるとしたら、卒業できる要件っていうのは何か設定されてるんですか？基本的なことは教えなくて良くなったなっていう状態ですね。ウェブで結局重要なのって検索して解決する能力だと思っていて、そこさえ身につけちゃえば基本的にそのやったことない技術とかそういうのでもやっていけるっていうふうに僕は思ってるし、僕もそうしてきてるんで、検索する能力が高まったらもう卒業っていうふうには僕は見なしてる。ではその高まったということを確認する方法というのはどのような形で確認する？今アドリブですね。まずはスクールということでビジネスを展開していくのであれば、そこはある一定の定義づけがまず必要なんじゃないのかなというふうには感じますね。正直なところビジネスモデルは多分普通だと思うんですよ。結構普通でも要はサービスの品質が良ければいいわけで、ただ要はこのサービスに人を集めたいわけじゃないですか。普通のサービスだったらマーケティングを尖らせるしかないと思うんですね。マーケティングどんなことを考えているのかっていうのを教えてもらえれば、こっちがそこをどう手助けできるかとか考えられるので、ちょっとそこら辺教えてほしいです。あれじゃないですか、今回の課題っていうのはお客さんというか生徒さんを集めたいというよりも、どちらかというと横展開が多分課題だというふうに。横展開って要は人を集める母数を増やすのが一つの目的なわけで、例えばたくさんいろんなスクール作って横展開しても全部の生徒数が月に2人とかしか来なかったら何の意味もないじゃないですか。じゃあ横展開って何
何をもって横展開なんですか？ウェブデザイナースクールから始まって他に提供できるスクールがあってそれを展開していくっていう意味なのか、ウェブデザインスクールを基軸にしてウェブデザインを基軸にした横展開なのかで言ったら、ウェブデザイン以外に、例えばその動画編集に興味持ってる人がいたら、その人向けにもだからマネリテとかのオプションつけたいってことですよね。それに興味持ってる人を教育したいみたいな感じ。 LTV 伸ばしたいってことですか？垂直展開と水平展開がなんかごっちゃになってるような感じがするんですけど、だから確かに横展開したらいろんなサービスをいろいろ提供できて LTV は上がるけど、そもそも LTV も何もまだ1人2人とか呼ぶ動線を作らないと LTV 高めても要は1人も来なかったらゼロなわけで、だからまずそこから考えるのが先じゃないかなって僕は思います。そうですね。集客サボっちゃって今オーガニックからの集客っていうのはほぼない状態ですか？ないですね。それは広告を回してリスト取りとかをしたいってことですか？広告はやらないといけないなと思ってます。今ちょっと回してはいるんですけど、割が合ってない。合ってはいます。例えば割が合ってなかったらそこで横展開したら LTV を広げられるから割が合えるようにできるみたいなのがあるわけで、でも割り合ってるなら広告費かけていけばどんどん集まっていくんじゃないですか。ご自身のところで運用代行とかインフルエンサーのマーケティングできるぐらいのプラットフォームがあれば、そこできてないとなんか説得力が今度なくなってきちゃいますからね。毎月30名増やせるわけね。毎月30名キャパはあるって感じです。生徒の感覚からしてね、確かに値段は違うんですけど、ゆくゆくの仕事とかこれもらえますよっていうのは多分どこも同じようなことを言うと思うんですよ。これ24万9000と20万円のこの5万円の差で仕事もらえるということが目的なのであれば A 社とか B 社を選んじゃうんじゃないのかな。単純に大手の方が仕事たくさんくれそうじゃんってユーザーさん思うと思うんですよ。その大手さんとの違いっていうのはどこが違うんですか？比較しないんじゃないの？月に3000メートルだったらすげえマーケットとかやんなきゃいけないけど、30名とかって言ったらもう月額費用0円っていうのは他社ではないんですかね？あんまないんじゃないですかね。強みで言うと、僕は結構ルソーっていう哲学者がめちゃくちゃ大好きで、その方が書いた文学と哲学書めっちゃ好きなんですけど、中高時代に結構僕教師から虐げられてきたっていうかいう経験があって、でその時にそういう本に出会って魂が震えたというか、教育ってこういう感じなんだっていう風になって、じゃあ僕だったらこうするわみたいなのが信念があるんで、そこを強みかなっていう。その強みは具体的にカリキュラムにどういうふうに落とし込んだんですか？従来のウェブスクールだとその動画のカリキュラムをただ見るだけなんですけど、それだと多分スキル身につかないんで、ちゃんと手を動かして学習の方法としても、その品質の8割ぐらいから覚えて、それ以外は基本的に例外としてその都度その案件で覚えていこうねっていうような学習の指導をしてるって感じですね。でちなみにこのスクールを募集する広告の中に社長が出られてるんですか？いや、彼女が。いや全然社長出た方がいいと思いますよ。社長出た方がいいと思う。で社長のそのキャラクターと思いっていうのは独特なものを感じれるんで面白いと思いますよ。実社の顔じゃないとしてもオーナーのその思いみたいなもの一つで30名集まるんじゃないですかね。本に出た方が CPA 下がります。だからもうそれで30名はクリアできるじゃないですか。であとは横展開ですよね。これちなみにこの入学金とかっていうのはどのような支払い方法されてるんですか？現状は一括のみで銀行払いとかクレジット払いとかペイ払いとかのに対応してるって感じです。で今後人数増えてきたらちょっと料金も上げないといけないんで、分割払いとか導入しようかなとは思ってます。横展で考えるにあたって、例えば自分で集客経路持ってるとするじゃないですか。それでじゃあこっちが例えば動画編集のスクールやってますで紹介してくれますだったら、それはみんなやりたいってなるわけですよ。紹介してくれるなら。でも紹介するとして紹介する側のメリットがどんなのがあるのかなっていうのを聞きたくて、同じようなサービスが無限にある中で紹介先として組むみたいなところの理由みたいのが欲しいなとは思います。うちの理念に共感してくれる方であれば、一緒にやりたいって感じなので、そんなに無理に一緒にしたいってわけではないって感じです。その一番強い理念みたいなのはどういったものですか？勉強全般的にそうですけど、誰でもちゃんとやれば結果出せると僕は思ってるんで、そこに関してかなり自信があるって感じです。じゃあ真面目な人を探してる。そうです、はい。もうすでに授業やられてるし、過去に学校スクールもやったことあるけど、そこの卒業生とかもしくは御社でも働いてる人で、社長と会う前はど素人だったか、
その中でこう稼いでる人とかロールモデルとなる人はいるんですかね。はい、もちろんいます。そういう人を出していけば、その人たちが熱くこのグループいいよみたいになれば30人集まるんじゃないの？はい、オファーします。うちもそのコピーライターさん育てるのに熱い思い持ってて、本当に今実績出してくれる主婦の方で月50万円ぐらいいってる方とかも結構本当増えてきてるんですけども、うち無料トライアルを開催していて、でそれやってくれた人の中で良ければ本校どうぞ入学をっていう形を取ってるんですけど、買ってない人でトライアルだけ受けてくれた方が2万5,000人いて、でその中の声としては別にコピーライターやりたいわけじゃないっていう人がほとんどなんですよ。副業で主婦の方からこの時間をマネタイズさせたいからなんか副業を学びたいけど、その中で別にウェブデザインだろうがプログラミングだろうがコピーライティングどれでもいいという方が大半で、この方たちにこっちから主振りを紹介させていただく優勝アフィリエイトのような形で、うちから紹介した顧客さんから入学者が出た場合、その入学料の 20% ぐらいをフィーバックしてもらうっていう形でやらせていただければ、お互いにとって何か副業だったり自分の中での稼ぐスキルを探している方にとってもいいことができるんじゃないかなと思ったのでオファーさせていきます。はい、ターゲットって副業レベルの人ですよね。主婦で時間がある人、もしくはそのバイトとかパートしてるけど在宅で稼ぎたい人をターゲットにしてるって感じなので、例えばその日中フルタイムで働きながら帰ってきてから何かを作業するっていうような人はあまりターゲットにはしてない。子育て中のママとか、ね、そうです。はい。そしたらじゃあオファーさせていただきます。個人事業主の方ってことですね。なので後で確定申告とかっていうのが必要になってくると思うんで、その確定申告の案件とかも多分フォローしてあげなきゃいけないのかなと思うんで、お一人10万で確定申告をうちで受けますと。で、御社にそのうち 30% バックするっていう形でやらせていただきます。10万するんですか？普通もっと高いです。うちでやるならですね。うちそもそもそういうのあんまやらないんで。多分その10万が高いか高くないかよりも、ここのスクールのアフターケアでそういうのがありますよっていうコンテンツが揃ってるところの方がお客さんとしては安心ですよねっていうところが大きいですよね。もっと安くで知り合いの税理士さんいたらやってもらうところはやってくださいよと。ただ何も頼るところありません。他のアルバイトとかも踏まえて150万ぐらいいっちゃったらどうしようっていうところにはいいかもわかんない。残り5分となりますが、オファーなんですけど、ちょっと別角度からでも大丈夫ですかね。さっきその主婦の副業は難しいんじゃないかみたいな話はしたんですけど、一部でできてる人もいると思ってて、でむしろ女性ってそういうなんか几帳面のルーティンワークは男性よりしっかりやってくれるみたいな面もあると思うので、そういう方でいい方がいたらうちにウェブデザイナーとして入ってくれるみたいなのがあったら、繋いでくれたら繋いだ分 20% とかその人に払う金額をお支払いしますっていう形だったら、いい方がいたらいいなと。就職支援ってフリーランスなんで、要は外注先を紹介してもらう代わりにみたいな。フリーランスの場合って給与とかじゃないじゃないですか。どの金額に対して 20% っていうイメージですか？初回の発注額じゃないですかね。例えば10万円発注しますだったら2万円と10万円みたいな感じでお渡しするみたいな。初回のみ。詰めていきますね。エージェントとかだいたい年収の2割3割とか取るじゃないですか。3ヶ月3ヶ月で。そこの期間に関しては別にあんまりこだわりはないんで、僕の会社で案件がない時にここの会社だったら案件持ってるよみたいな形で、紹介できるっていうのは強いかなと思ってます。俺は山下さんが1人生徒獲得したら4万円でしょ。俺は3万9,000円で僕かうちの社員が幼稚園保育園の前に立って主婦を口説きます。 T シャツにこのシェフリー書いたやつで僕が幼稚園の前に立ってシェフリーですって言ってやってます。3万9,000円でやっぱ4万1,000円にする。やっぱね、フェイストゥフェイスで人となりを見てトスアップするから、多分ああいうインターネットの集め方よりは質がいいと。その代わり T シャツ着て僕が立ってるから、もしかしたらブランド下がるかもしれないけど、私の方から、直面している課題ではないんですが、弊社決済の代行事業っていうのをメインでさせていただいておりますので、今の入学金だと、一括で問題ないのかなという金額ではあるんですが、例えば分割支払いに対応したい、その他いろんな支払い方法、そういった決済周りの部分に関しては私の方で提供させていただくことが可能かなというふうには思いますので、初期費用とかは発生いたしません。あくまで決済いただいた分の手数料というところで、大体何%くらいでお考えですか？そうですね、一般的にはクレジットカードの決済手数料って、3% から 5% ぐらいがスタンダードかなというふうには思います。弊社の方も基本的には同じぐらいの手数料になります。ただ弊社の違いっていうのは、クレジットカードだけではなくてローンのサービスを提供させていただいたり、
例えばローンは通らないけれどもなんとかやりたいんだ、5万円4回払いにしてほしいって言った時に毎月お客様から振り込みを待つっていうのも、なかなか経理作業が大変ですので、口座の引き落としを弊社の方でさせていただいて、毎月引き落としできた分をお支払いするっていうような、口座振替のサービス、お客様のその支払い方法を増やしたいというところであれば、弊社とサービスを展開させていただくのもありかなというふうには思います。最終決断をお願いします。全員でお願いします。理由をお聞かせいただけますか？山下さん、はい、聞いてて一番相性が良さそうだなと思ったので、相互送客っていう面で一緒にできたらなと思ってます。大堀さんのオファーに関しては現状ではそんなに必要はないかなと思ってるんですけども、今後うちが案件なくなった時に紹介をさせていただきたいなと思ってます。一ノ沢さんは、ぜひお願いします。お願いします。山本さんのオファーに関しまして、やっていただけるのであればぜひお願いしたいと思います。じゃあ最後に小倉さんのオファーに関しましては、分割払い導入したいのでお願いしたいなと思って。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしありがとうます。ございます。素晴らしいんで山下さんが。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よし。